こんにちは。バラの記録チャンネルのしずくです。現在、我が家で実際に育てている200品種以上から様々な視点で2021年に際立つ特色があったバラをランキング形式でご紹介しております。本日のテーマは香りです。数値では比べられず、あくまでも個人的な感覚ではありますが、一輪咲いているだけでも風に乗って良い香りがしたバラ、それから強行でなくても特別に好きな香りのバラなど、今回は合計17品種をご紹介いたします。いつも通り動画が長くなりそうです。概要欄、目次に各チャプターへのリンクがありますので、ぜひ気になる品種をチェックしてくださいね。このランキングはあくまでも2021年の我が家の反省会から生まれた一つの余興としてお楽しみいただけたら幸いです。さて、それでは結果発表です。まずは我が家で4番目に香りの強いと思ったグループのバラ4品種をご紹介いたします。4番目に強硬だったグループのバラ、1つ目はアルブレヒト・デューラーローズ。1996年、ドイツ、ハンス・ユルゲン・エワース作出のハイブリッドティーローズで、バラの家など品種紹介では中高の評価ですが、個人的には強く香りを感じるバラです。派手ですが、見とれてしまうほどの色彩の魅力があり、風に乗って株全体から良い香りがしてくる大好きな服飾系のバラです。春先の枝枯れがひどかったので、春のお花はスタートがかなり出遅れましたが、細枝にたくさんつぼみをつけて咲いてくれました。もともと株立ちがコンパクトのバラだと思います。対処性が弱いとのことでしたが、寒冷地の我が家では、真夏にできたつぼみも9月初めからしっかりとした巻きで少しずつ順番に咲くお花が9月末まで楽しめました。香りも魅力のバラですが、お花持ちもするようでした。4番目に強硬だったグループのバラ、2つ目はキャラメルアンティーク。2005年、ドイツ、コルデス作出のハイブリッドティーローズで、バラの家などの品種紹介では中高あるいは美高の評価ですが、個人的には強く香りを感じるバラです。割と背が高くなり、たくさんの花数で咲いてくれる品種なので、香りが感じやすいのかもしれません。真夏でも型崩れせず、花持ちよく咲いてくれますし、我が家では必ずそれなりの花数で咲いてくれる安定感のあるバラというイメージですが、一般的には育てやすいバラという評価ではないようです。香りが良く、もともとが切り花品種でお花が長持ちし、重宝するので、我が家では2鉢育てて代わる代わるに咲かせて楽しんでいます。4番目に強硬だったグループのバラ、3つ目はシェエラザード。2013年、日本、木村拓則先生作出のシュラブローズで、2014年、国営越後丘陵公園第8回国際香りのバラ新品種コンクールシュラブ系銀賞を受賞。それから2018年モナコ国際バラコンクール宝光賞とフロリバンダ部門賞をダブルで受賞したバラです。花数たくさんで咲いてくれるので、株全体から良い香りがします。我が家では葉巻虫被害でゴールデンウィークに一度丸坊主になっていますが、すぐに元気に回復してくれました。少々調子が悪くても少しお休みさせればすぐに元気になる育てやすいバラで、ボリューム感があり、見栄えのするゴージャスな株立ちを保ち、華やかに繰り返しよく咲いてくれるので、どなたにでもおすすめできる
間違いのないバラだと思います。我が家では2鉢育てて代わる代わるに咲かせています。夏にも非常に強いイメージで、花数は少し減るかもしれませんが、寒冷地の我が家では春と変わらない見応えのあるお花が楽しめます。4番目に強行だったグループのバラ、最後はガブリエル。2008年、日本、川本純子先生作出のハイブリッドティーローズで、皆様よくご存知の香り高くお花持ちもよく美しい佇まいのバラです。前回の繰り返しよく咲くバラのランキングで視聴者様からガブリエルのお名前が挙がった際、そういえば香り立ちも印象的なバラだったなと思い出しました。実は我が家にも2鉢あったガブリエル、昨年春に岩種とカミキリムシでそれぞれお亡くなりになりました。2鉢いっぺんに失ったことには驚きましたが、これからオリジナルのバラを作っていくのであれば、リスク管理も真剣に策を練らなくてはと、大変良い教訓になりました。そしてガブリエルが今庭にないのは本当に寂しいですが、すでに間違いのない素晴らしいバラだと分かっているので、高額のため今はなるべく他の気になるバラを優先してお迎えし育ててみようと考えています。次に我が家で3番目に香りの強いと思ったグループのバラ8品種をご紹介いたします。3番目に強行だったグループのバラ、1つ目はだんじり林02。2002年、日本、京阪園芸、長内健先生作出のハイブリッドティーローズで、2008年、国営越後丘陵公園第2回国際香りのバラ新品種コンクールハイブリッドティー系銀賞を受賞したバラです。濃厚な香りとお花で、バラを始めた当初から我が家にいてくれるバラです。育てやすいバラのはずが、ここ数年は調子を崩してお休みしがちで、咲いても数輪だったのですが、2021年はオルトランなど根から吸収させるタイプの殺虫剤をやめた効果があったのか、たくさんつぼみをあげてくれました。ハイブリッドティーらしい立派な株立ちだと思います。3番目に強行だったグループのバラ、2つ目はローズ・ポンパドゥール。2009年、フランス、アルノー・デルバール作出のシュラブローズで、2011年、国営越後丘陵公園第5回国際香りのバラ新品種コンクールでシュラブ系銀賞を受賞したバラです。我が家では2019年に新苗を購入したのですが、なかなか大きくできませんでした。昨年からやっと本格的に咲かせ始めたところ、香りのファンが多いのがうなずける特徴的な香りを持つグラマラスな印象のあるバラだと思いました。どこか懐かしさのある香りはいつもの私好みのバラの香りとはまた異なり、すぐに心を奪われました。ローズ・ポンパドゥールという新しい好みの香りが加わって、お庭での楽しみが増えました。3番目に強行だったグループのバラ、3つ目はラジオ。1937年、スペイン、ペドロ・ドット作出のハイブリッドティーローズで、バラの家などの品種紹介では中高の評価ですが、個人的には強く香りを感じるバラです。ラジオは咲いたらあっという間に2、3日で散ってしまうバラですが、咲くたびに異なる色と柄が出るので、どんなお花が咲くのかが毎回本当に楽しみです。そして
一輪咲いているだけで、その日は一日中大好きな香りを楽しめるので、バラを始めた当初、私が一番好きだったバラで、今でも一番咲くのを心待ちにしているバラです。好みが分かれそうですが、レトロでポップな雰囲気も可愛くて大好きです。寒冷地の我が家では、夏も元気に、涼しげで軽やかに咲いてくれました。3番目に強硬だったグループのバラ、4つ目は、イーハトーブの香り。2014年、日本、吉池貞三先生作出のフロリバンダローズで、2014年、第8回、国営越後丘陵公園国際香りのバラ新品種コンクール、フロリバンダ系金賞受賞と同時に、最高得点の国土交通大臣賞も受賞したバラです。我が家では少々調子が悪くても、少しお休みさせればすぐに元気になる育てやすいバラという印象で、香りよく小さな株でもたくさん花を咲かせてくれるので、香り担当要員として2鉢育てているのですが、一般的にはそこまで育てやすいバラという評価ではないようです。春に葉巻虫被害にあったり、水切れをさせてしまい、開花のスタートは遅れたのですが、晩秋まで頑張って咲いてくれました。3番目に強硬だったグループのバラ、5つ目はフリージア、別名サンスプライト。1977年、ドイツ、ライマー・コルデス作出のフロリバンダローズで、数多くの受賞歴もあるバラだそうです。もともと購入予定にはなかったフリージアですが、数年前に先代のフリージアがサンスプライトというお名前で、近所のホームセンターにて300円で投げ売りされていたのに、とても興味を持ちました。取扱品種もごく限られた田舎のホームセンターへ置くのだから、誰にでもおすすめできる素晴らしいバラだろうと思い、たとえ私の好みでなくても、プロが仕入れるバラとはどのようなものか、300円で知ることができる機会になるかもしれないと、楽しみにしていただいてきました。当時は原色というよりはニュアンスカラーの花びらのたくさん詰まったロゼット咲きやカップ咲きのバラに一番憧れていたので、フリージアの花びらがそれほど多くなく、ゆったりゆるりとした咲き方が逆に新鮮でした。大きなフリルのドレスのような鮮やかなお花が私好みの香りをまとって咲いたので、一瞬でお気に入り上位のバラになりました。コメリさんで投げ売りされてなければ出会えなかったかもしれないバラなので、これからもチャンスは見逃さないようにしたいです。ちなみにフリージアはお花を近づけると青い缶のニベアクリームっぽい香りもすると思いました。検索するとニベアの香りが苦手な方も多いようですが、私は大好きです。3番目に強硬だったグループのバラ、6つ目はマヨ。2010年、日本、河合隆先生作出のフロリバンダローズで、2011年第5回国際香りのバラ新品種コンクールフロリバンダ系金賞、同新潟県知事賞ベストフレグランス賞、同国土交通大臣賞ベストローズ賞を受賞したバラです。我が家では新苗で購入後、なかなか大きくできずに3年目にしてやっと咲かせてみれたのですが、花数たくさんで咲いてくれて、お庭が良い香りに包まれました。
3番目に強硬だったグループのバラ。7つ目はマダム・ルナイ。1889年フランス、ジャン・バプティスト・アンドレ・ギオおよびピエール・ギオ作筆のハイブリッド・パーペチュアル・ローズで、とても香りの良いオールドローズです。そして3番目に強硬だったグループのバラ、最後はルイ14世。1859年フランス、ジャン・バプティスト・アンドレ・ギオ作筆のチャイナローズで、とても香り高い早咲きのオールドローズです。ルイ14世と先ほどご紹介したマダム・ルライーは、2021年開花開店数が特別多く、たくさん咲いてくれたバラでもあります。詳しくは以前に公開した動画、2021開花開店数ランキングの前編にてご確認いただけます。概要欄に URL をお知らせしております。よろしかったらご覧ください。続いて、2021年、我が家で2番目に強硬だったバラは、Eyes for You、別名ブルーアイズ。2004年、イギリス、ピーター・ J・ジェームズ作筆のフロリバンダ・ローズで、2012年、第6回国営越後丘陵公園国際香りのバラ新品種コンクールでフロリバンダ系銀賞を受賞したバラです。Eyes for You はバラを始めた当初からずっと我が家にいてくれる大好きなバラです。早咲きで、しかもとても良い香りがするので、ローズシーズン開幕のお庭作業がひときわ楽しくなり、毎年春のモチベーションを上げてくれるバラです。私好みの香りなので、たくさん咲かせて楽しめるように、我が家では2鉢育てています。バラの家の品種紹介ではタイプ1で、とても強いバラのはずが、我が家では春先に枝が枯れ込みがちで、思うように株立ちを調整できなかったり、しばしば元気がなくなってお花をお休みしがちでした。しかしそんな我が家でも2021年はオルトランなど根から吸収させるタイプの殺虫剤をやめた効果があったのか、一度も休むことなく咲いてくれるようになり、ずっと動きが停滞していた株もベーサルシュートを数年ぶりに見ることができました。平咲きのバラですが、夏花も意外と長持ちして楽しめました。次はいよいよ我が家での強硬ナンバーワンの発表です。2021年、我が家で一番強硬だったバラは、ドフトボルケ、別名フレグラントクラウド。1963年、ドイツ、マティアス・タンタウ・ジュニア作筆のハイブリッドティーローズで、1981年に世界殿堂入りのバラに認定された名花です。バラを始めたばかりの頃、強硬で有名なバラとして購入したのですが、ここ数年は調子が悪く、お休みしがちのバラでした。動画は2021年の夏花で、春先にかなり枝枯れしたので、株が小さくなっています。株が元気な時には、春には鮮やかな朱色のお花が巨大輪になって咲き、香り立ちもとても派手だった印象があります。それから、香りのナンバーワンとしてご紹介したい特別なバラがもう一つあります。バラ初心者の頃にあっという間に枯らせてしまって、現在我が家では育ててはいないのですが、ルシファー。2008年、日本、川本純子先生作筆のハイブリッドティーローズで、枯らせて10年近く経った今でも、どうしても香りが忘れられないバラです。
ルシファーもバラを始めた当初、強行で有名なバラとして購入し、バラってこんなにいい香りがするのと本当に驚きました。他のバラより群を抜いて特別に夢のように良い香りと感動し、他にもブルー系のバラをいろいろと集めてみたところ、ブルーの香りはいいのですが、ルシファーとは全然違うこれじゃない感がまた衝撃的でした。販売店様の商品紹介にガブリエルと同じ系統の香りと書かれている場合もあったのですが、ガブリエルとも全く違うと感じていたので、必ずもう一度自分の手で育てて香りを確かめたいと思っています。ただし私の他にルシファーの香りは特別と書かれているロザリアにまだ出会えていないので、あの香りの体験は夢幻だったのか確かめるのが少し怖い気もします。最後に、強行とまではいかないかもしれないですが、個人的にとても好みの香りのバラを2品種ご紹介させてください。まずは L について。1999年、フランスメイアン作出のハイブリッドティーローズで、1999年バガテル国際コンクール高校賞や2005年 AARS ほか受賞歴のあるバラです。お色も大好きな温かみのある服飾系で、香りもとても好みなので咲くのが待ち遠しいバラです。もともと育てやすいはずが、我が家では少し調子を崩していたのですが、オルトランなど根から吸収させるタイプの殺虫剤をやめた効果があったのか、株が元気を取り戻したバラの一つでもあります。夏も元気にたくさん咲いてくれました。次にマルク・アントン・シャルポンティエについて。2005年、フランスドミニク・マサド作出のシュラブローズで、とあるバラブロガーさんがベランダで誘引されていたのを見て憧れて購入しました。コンパクトに仕立てられるので、日本の住宅事情にもとてもよく合うバラだと思いました。香りも控えめながらとてもお気に入りです。ロマンティックアンティークと同じ系統の香りと感じますが、もっと角のない優しい香りで癒されます。可愛い女の子のイメージの香りがします。花枝が赤く、つぼみが黄色とオレンジなのも可愛いです。春先の枝枯れで株が小さくなりましたが、夏には元気に伸びてたくさん花を咲かせてくれ、秋にも少し返り咲いてくれました。以上、2021年我が家で香りが特に印象深かったバラ17品種のご紹介でした。皆様のお宅で2021年特に印象的だった香りのバラをコメント欄にて教えていただけるととても勉強になります。特別な魅力のあるバラは自分でも実際にどんどん育てて勉強したいです。何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。